はい、皆さんこんにちは。今日はカレンダーをリメイクして、卓上用の日めくりカレンダーを作りたいと思います。こういった大きいカレンダーをカットして、卓上用の日めくりカレンダーになります。このスタンドも、厚紙は廃材を使っています。また、ここにはですね、月間のカレンダーもつけてみました。9月のカレンダーで1日火曜日というふうに曜日もわかるようになっています。はい、こちらはもっとシンプルに8月の、日付だけこのように載っています。曜日がわからないのが難点ですが、日付だけでいいという場合はこちらも使えますね。この日めくりカレンダーを作った理由は、このようにカレンダーをめくった後、日記をつけることにしました。これはまだ試作段階なんですけれども、こういうふうに日付と、あと付箋などを貼って、日記的なものをつけようと思います。こちらは7月の26、27で、ちょっと試しに作ってみたんですけれども、こんな風に活用できるかなと思って、この、一マス一マスをカットしてカレンダーにしてみました。とっても簡単ですので、お家にいらないカレンダーがあれば、そちらで作ってみてください。では、この後作り方をご紹介します。では、カレンダーをカットしていきます。まず線通り折ってカッターで切るというのが早いかなと思います。ちょっとこういう細いところはね、折りにくいんですけれども、頑張ってまっすぐカットしています。で、私は縦長に一度切って、それから短い距離をもう一度切るというふうにやってみました。はい。では日付はこれでカットができました。はい。では続いて、この上の部分に木工用ボンドをつけていきます。その時に、同じ幅の厚紙を一緒に、ボンドでつけていきます。この上の部分ですね。はい。ちょっと厚紙がはみ出してますから、後ほどカットしたいと思いますけれども、トントンと揃えまして、この上の部分を木工用ボンドで留めていきます。クリップなどで留めて固定をしてください。はい、こんな感じ。下はちょっとカットしますね。はい、それでは手芸用ボンドを使います。こちらは100均に売っているものです。ではこの上の部分に木工用ボンドをつけていきます。ちょっと指が汚れてはしまいますが、このようにトントントンと押し込むように塗ってください。はい。これを2回ほど繰り返します。結構たくさん塗った方が確実につきます。はい。じゃあこういう感じで、はい。このような感じで乾かします。では、カレンダー下の部分すべてこちらにカットできたんですけれども、上の部分にもまだ情報があります。この8月と10月のちっちゃいカレンダーも実はここにあるんですが、当月と前月と次月、次の月が載っていますので、8月のここに9月の、このカレンダーがありましたので、ここをそっくり切り抜いて、こちらの日めくりが9月ですってわかるように、このように配置して厚紙に貼っていこうと思います。で、厚紙は、何でもいいです。
ちょうどいいサイズがあったんで、こちらを使おうと思います。ちょっと、柔らかいんですけど、まあ、自分用ですので、このまま使おうかなと思います。で、配置としては、このように、9月が上に来てもいいし、下に来てもいいですが、私はなんとなくこっちの方がしっくりくるので、こういう風に配置して、三角のスタンド形式にしようと思います。はい。では、下から3センチのところを折ります。こうなります。で、今度ここに向かって、このように折ります。ここに伸ばして、ここに合わせて、さらに折ります。こういう形です。で、ここの内側に折り目をつけて、こういう感じにすると、これでスタンドになります。はい、このように折ってください。ここの厚みは3センチ折っています。はい、ここも3センチ。で、中に折り込んで、このように折っています。はい。では、ここにデザインペーパーを貼っていきます。折り紙を4分の1ずつ、このように貼っていこうと思います。はい。折り紙を貼ることができました。では、セットしていきます。はい。では、もうボンドも乾いていると思いますので、クリップを外しまして、大丈夫そうです。ここをつけていきます。こちらは少し重みがありますので、両面テープ5ミリでつけておきます。また月を変えて付け直したい時があると思いますので、あまり全面につけずに、簡単につけておくことをお勧めします。はい。では真ん中にセットして取ります。こんな感じです。はい。では、この部分、三角のところをセットしていきます。ここも両面テープをつけておきます。はい。こんな感じで出来上がりました。このようにスタンドで立てて使うこともできます。もし、壁などに取り付けたい場合は、ここに穴を開けるか、もしくはクリップなどで留めて、引っ掛けて使ってください。はい。とても簡単に作れると思います。ぜひ作ってみてください。はい。ではおまけです。カレンダーをカットしたらこのように細い紙が出ましたので、
これにスタンプを押していこうと思います。なんか素材にしたり、あと紙をまとめる帯にしたりという風に何かしら使えますので使っていこうと思います。はい、押せました。こんな感じで全部に押し終わりましたので、少し乾かしてこれをまた、叱るべき場所に置いておこうと思います。私はこの、クリップで留めて引っ掛けて保管しています。で、どういうところに使うかと言いますと、こういう短いものについてはこういうところにメモのように使うのもいいかなと思います。こういう感じで貼って、ここに文字を少し入れるという感じでもいいのかなと思います。私はこうやって折り紙を収納してるんですけれども、ここの帯にしようと思います。これ可愛くないので、こういう風になってるんで、こういう風にしてこういう感じで、こちらは以前のものなんですが、こういうこっちもちょっと少しでも可愛くしたいので、何かいつもこういうことを考えています。こういう感じで使ってもいいかなと思います。1ヶ月のカレンダー丸ごとこれでちゃんと有効活用できたかなと思います。はい。皆さんもね、ちっちゃいスタンプがあったらぜひ押してみてください。またこれの使い道が見つかったら動画にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。